鈴木の彼方。鈴木の前からこんにちは、鈴木の彼方です。今回は国道150号線を通り浜岡原子力発電所の隣にある浜岡原子力館へ行きます。最後までご視聴よろしくお願いします。浜岡原発は静岡県御前崎市にある中部電力の原子力発電所です。浜松からだと国道150号線をまっすぐ東へ向かった場所にあります。今回この場所へ向かう理由が2つあります。1つは日本にしては珍しく道がまっすぐで信号も非常に少ないことです。なんといってもこれですね。海外、特にアメリカなど土地が広い国ではあまり感じないことかもしれませんが、国土のほとんどが山でできている日本では信号なしでまっすぐ走れる場所は北海道に行かないとなかなかありません。もしそういったまっすぐで景色を眺められる道が他にありましたらコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。そのうち走りに行くかもしれません。2つ目の理由は直接ではありませんが、その昔ゴジラがこの場所を襲ったからです。1984年に公開された映画ゴジラ。序盤、太平洋でソ連の原子力潜水艦を撃沈したゴジラは日本の監視網をくぐり抜け、霧深い朝、突如として伊浜原子力発電所に現れます。このゴジラが襲った伊浜原子力発電所は現実には存在しない発電所なのですが、元となった場所があります。それがこの浜岡原子力発電所です。当時2号機まで稼働、3号機は建造途中だったという原発を見事に再現、関係者の度肝を抜かしたのだとか。そんな浜岡原子力発電所ですが、さすがに中に入ることはできないので、今回はその隣の浜岡原子力館という原子力発電所の仕組みを学ぶ場所へ向かいます。ゴジラといえば7月2日に日本でも公開されたゴジラ VS コング。この映画の感想を少しだけ話させてください。ゴジラ VS コングの元となった映画は1962年に公開されたキングコング対ゴジラです。この映画の観客動員数はゴジラシリーズ最多の約1200万人。当時日本の人口が1億人いなかったことを考えるととんでもない数字です。日米両方の有名怪獣がスクリーンで見られるということで多くの人が見に行ったそうです。内容としてはお祭り映画といった側面が強く、あまり強いメッセージ性は特にないので、古い映画ということを除けば気軽に怪獣同士の戦いを見たい人におすすめです。さて、そんな伝説の作品をもとに作られた今回の映画、やはりお祭り作品としての側面が強く、怪獣同士の大迫力バトルが見たいという方におすすめです。ゴジラとコングが殴り合う姿は圧巻の一言。ゴジラとかあまり知らないよっていう方にもおすすめです。また、キングオブモンスターズまでのような CG の感触を消すために使用された暗くて見づらいエフェクトも今回はほぼなく、夜のシーンでも非常に見やすい映像になるよう工夫されているのが好印象でした。と、ここまでは良かった点を挙げてきましたが、これだけだとフェアではないので悪かった点も挙げます。どう考えても必要のないキャラクターが4人いて、そのせいで映画の流れが寒くなることがあることです。特に私が一番許せないのは芹沢蓮君のキャラクター性です。彼の父である芹沢一郎の名前は初代ゴジラに関わる名前です。最初のゴジラを自らの命と引き換えに倒した芹沢大介博士、そして初代ゴジラの監督を務めた本田一郎の名前から来ています。そんな偉大な2人に連なるキャラクターが芹沢蓮君なのですが、彼はほとんど喋るシーンがありません。それどころかとあるシーンで白目を向くという異常行動を起こします。20年以上ゴジラのファンをしている身からすればこんな雑な扱いはしてほしくないのですが、なぜこんなキャラクターになってしまったのかが謎です。編集中に様々なシーンをカットしたためと言われていますが、こんな扱いになるくらいならいっそ潔く全カットしてほしかったですし、東宝さんも NG を出してほしかったです。ただこれはあくまで長くゴジラファンをやっている人間の言葉ですので、ゴジラ見たことないよって方やかっこよさそうだから見に行くよって方は気にしなくて大丈夫です。ぜひスクリーンで怪獣バトルを楽しんでください。話している間に目的地に到着です。浜岡原子力発電所そのものに入ることはできなかったのですが、浜岡原子力館の駐車場から建屋の一部が見えます。また防犯上の理由から撮影することはできなかったのですが、浜岡原子力館の展望台から発電所を一望することができます。その際、目の前に広がる海岸線が非常に綺麗でしたので、一度景色を見に来てみてはいかがでしょうか。原子力館は事前予約制となっており、ネットでの予約が必要です。予約の際、悠々シアターという全天集型劇場の案内を見たのですが、
今回は時間が合わなかったため断念しました。ちなみに2021年9月30日までは名探偵コナンの放映をしているようです。普段はプラネタリウムのようなものを上映しているようなのですが、たまたまコナンをやっているのでしょうかね。原子炉の実物大模型があったのですが、思っていたよりかなり大きいです。左の画像のモニターと右の画像のモニターは同じものなのですが、人の身長より少し高い位置にあることがわかります。それを考えると炉心は約10メートルの高さがあることがわかります。また右の画像の白い床は全て冷却機構が入る部分らしく、このさらに外に厚さ2メートルの格納用コンクリートがあります。いかに厳重に守られているかがわかります。また発電所全体の模型があったのですが、海岸沿いの防波壁の高さが24メーターとあります。15年ほど前に別の原子力発電所を訪れた際は10メートルかもう少し高いくらいだったのですが、10年前の東北大震災の福島原発の津波によるメルトダウン事故を教訓に防波壁を大きくしたのでしょう。かなりの規模になっています。24メーターの防波壁をこれだけの施設で作るとなるとかなりの予算がかかったはずですが、人の命が優先と考えれば当然の予防措置ですね。これからも安全運転でお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか。半分くらいゴジラの話をしていたような気がしますが、気のせいでしょう。浜岡原子力館は現在コロナの影響で半分ほどの施設が閉鎖されていました。世界情勢が落ち着いたらもう一度全部の施設を回ってみたいです。もしよろしければチャンネル登録や高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。